以下のプロンプトを用いれば、あなたの痛みのスキャルピングの手法の条件やパターンを忠実に反映しつつ、画像を解析してエントリーの点を自動判定できます。ぜひお試しくださいと。ワクワクするね。で、ここで大きく陰線の上昇するかなと思った。でもそれは続かなかった。じゃあなぜそれトレンドにならなかったか。板の観察の結果では、この動き出したタイミングは、この買いが一時的に増加して、で、上昇を試みた形跡はある。しかし、上値、すぐに売り板が、この3554円で6900株が形成されて押し戻されて、で、結果的に蓋がされてエネルギーが続かず反落したという。板見てれば、チカチカしてわかると思う。で、ここからすぐこう連続して上がってるように見えるけど、一回実はここがピークだったんだよね。上がって2分がピークで、もうここで叩き落とされていて。で、もうこの時点で制約の方向が売りに傾いていた。これほんと一瞬で見逃すよねっていう。チャット GPT で一瞬のスクリーンショットして切り取っとかないと、なんか気のせいだったかな？上がるような感じしたけど、売りでエントリーしようとしてたんだから、もう気のせいだ。もうエントリーしちゃえかいみたいな。っていう感じで、僕は失敗した。上がろうとしたけど、トレンドの不成立のサイン、再現性の判断にこれは使えるなと思って、どういう時にエントリーしないか。板では上に売り厚みが急増して、で買い継続が不可能になった。逆もありだね。逆に、下に行ってる最中に買いが厚くなったら、撤退の時か、買いでエントリーするか、みたいな。で、歩み値の場合は、売りと買いが混在した場合は、ね、均衡保っとるというか、どっちつかずになってるよね。で、売り勢が反転した時っていう場合は、撤退に使ってるみたいだな。で、出来高は増加が兆しが見えず、トレンドに支えがない。じゃあ、エントリーしないバツ。チャートは陰線から陽線の転換した時に、トレンドが崩れてきてるんだな、と思って、上昇のエントリー失敗ということで、買いはしない、見送り。ということ。これはすごくいいデータだったなって。反発の開始と見せかけてからの売りに押されたフェイクブレイク。板の減速して、つまりそれはエントリーの見送りとか、即時撤退。これは今のとなって現在の僕だったらできるけど、当時のやり始めた僕だったら普通に失敗したし、素人だとか、なんとなくでスマホだけでやるっていう人は絶対これに陥るんだよね。なんでスマホだけでそんな利益出すのっていう人いるけど、ありえないんだよね。スマホではやってるけど、実際モニター別で見てるっていう人だと思う。これ再現性、もうこんだけね、長く語っていて、再生回数って絶対伸びないだろうなと思うよ。もうでもね、入力するときに絶対これ必要なんだよね。僕もね、めんどくさいことは嫌いだし、こんなつまらない話長々とやりたくない。でも必要なんだよね。秘訣を教えるよ。プロンプトを教えてくれよって。教えるけどさ、じゃあそれ分かったからって言って、調整できるかって無理じゃんねって。僕に聞かないとダメじゃんってなっちゃうから。あと1個台にしとこう。で、この10時50分から11時の10分間は、これはエントリーしない。方向感に乏しく再現性が低い。わかるよね。これどっち行くかわかんないって。ここちょっと下げそうだから下げトレンドに入るのかな。やっぱり陽線大きく出たから買いかなみたいな、翻弄されちゃうよね。気が見えてないとき、その当時だったらもう絶対やっちゃった。売っちゃう、買っちゃう。実際どっちもいかなかった。もう最悪のパターンだよね。売りかと思って今度上がって、パニックで返済買いをやっちゃった。で、そしたらまたここから下がっていって、で、最悪じゃん。チャートが頻繁に方向が変わって、で、歩み値が成り行きの注文に偏りがないとか、ばらつきが大きいっていう時はダメ。再現性、同じ値動きが翌日も起こるか不明だから×と、それはこれ特徴がないわけだから、これプロンプトにしようがないんだよね。だからとにかくこういう時はエントリーしちゃダメという観点と状況と評価。これをちゃんと入力していく必要がある、ね。説明はだいたいこれくらいにとこう。再現性のパターンとしてテンプレート化する必要がある。こういうパターンを自分で、サンプルとして取って、自分の考えを入力して、で、コピペしてね、これをプロンプトにしようって言うと、できる。とうとうできる。やっとできる。ワクワクするよね。マーク4、成功パターンの学習したから、デイトレードのプロンプトの完成させた。
これってチャット GP 使ってるとわかるけど、プロンプトの出力の方法、出力の形式っていうかな。まあ何種類かあって、で、GPT-4 Omni っていうのはほとんどの質問に適用ですって言うけど、これってね、論理思考型じゃなくて、パターン化なんだよね。だから、山って言ったら川とか、犬も歩けばと言ったら棒に当たるとか、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたキウイ団子、一つ私にくださいな。って言ったら、桃太郎だねっていう感じで、特に考えてないけど、桃太郎みたいな、山、川みたいな、そんな感じで、だから考えてるやつが少ないと適切な質問って返ってこないのではと僕は思うし、まあ少なくとも精度は下がるなって。ましては、このプロンプトを生成するときに、ちょっと、まあ一個一個ずつやってみて、結果違ってきたんだよね。プロンプトを作るためには、その目的が大事。まあここは教えてあげよう。まあ見といてよ。スクリーンショットして、これを文字起こしして、で、これをコピペして、で、僕は今まで話した、成功のパターンっていうのを、まあ、貼り付けるのか、字幕っていうのをデータをね、引っ張り出して、で、これを目的、デイトレードで安定した利益を稼ぐことを目的にしている。で、板、歩みね、チャートの踏まし、この3つをスクリーンショットした画像に GPT にエントリーのタイミングを判定する詳細なプロンプトを提案して、で、そして、追加条件としては、条件やパターンもレポートにこんな感じ僕は今まで記録しているので、それを反映してと。ということで、以下のプロンプトを用いれば、あなたの板読みのスキャルピングの手法の条件やパターンを忠実に反映しつつ、画像を解析してエントリーの点を自動判定できます。ぜひお試しくださいと。ワクワクするね。では、まあ、ちょっと教えるの嫌だけど、教えてあげよう、君には。これなんだかんだって収録でね、1時間喋ってるし、これまとめるのに2週間かかってるんだよね。だから僕2週間かけたんだから、このレポートで君まとめるのには、1日かな ?3 日ぐらいあれば、まあ少なくてもそれくらいあればできるよね。めんどくさいとか言ってられないよね。金持ちになるのにめんどくさいはないから。チャット G4 主に、さあ、行くよ。目的としてデイトレードで安定した利益を狙う。以下の条件に従って、板の情報、歩みね、チャートの踏ましの画像を分析してエントリーすべきか、棄権すべきか、理由付きで判定してくださいというのが目的です。目的をちゃんとしないと、まあ GPT に限らず人間はどっちの方向何をしたらこいついいのってなっちゃうから。買いエントリーの条件は、レンジが下限の付近 0.3% から 0.5%。まあこれ意味わかんなくても、とりあえず打ち込めば分かってくる。判定はするから。買い板が増加、売り板が薄い。まあ、買い板の条件ね。で、歩みで成り行き買いが継続している。で、陽線プラス出来高が急増するチャートである。売りの条件はレンジが上で、ここから下がっていくぞという、買い板が減少するか、売り板が厚くなって増していく。で、成り行きが連続していて、で、陰線プラス出来高が増加している。で、これはエントリーしない条件。僕は今までほら、こういうパターンはエントリーしないから、こういうのを認識させると、入力データがあるからこういうものができた。出来高が極端に少ない。板がどちらも薄い。それか急変動ありか、歩みで一方方向性が見られない。まあこれ何も意味がわかんなかったら適当にね、入力して、で間違った時に何が原因かってわかんなかったじゃない。いや、こんなもんかってわかるじゃん。でもね、大丈夫。これ、まだチャット GPT の4オムニだからね、一番下のモデルでこれのレベルだから、まだ全然それ終わりじゃないから。僕結構ね、僕調べたから演出するの大好きなんだよね。だから最高出力じゃなくて、はじめこうだよ。でもこれだけいいのができるんだよねって、上のモデルは。出力のフォーマットとしては、エントリーは買いか、まあ、どういう風に答え欲しいかっていうと、1番は丸1で、これ、買ったらいいよ。売りではいいよ。棄権すればいいよって。で、理由を次に100文字以内に答える。そして、想定できる値幅。何円、ここから上がるかもしれないな。このパターンから。で、もう最強じゃんね。画像を添付すると、板、歩みね、チャート。この3つを添付するといいよっていう。これだけでもだいぶすごいプロンプトだと思うじゃんね。でもね、主に次のモデルのミニハイはね、さらにすごい次元が違うなと。
普通の人はなんでここまで行きつけたいのかなと思うけど、同時にデイトレードで稼ぐやつなんでこの AI とか、高度な計算機能使わずにこんなこと生身の人間でできてんのかなって思っちゃうよね。ほら、出力形式をオムニハイ、オムニフォーミニハイ、つまり論理思考型のモデルでやると本当にそれが合ってるのか、目的を達成するためにはもう本当にそれでいいかっていうのを確かめるから少し思考時間がいるんだよね。まあ、プロンプトいいの作るんだったら全然何時間でも悩んでって思うけどね。以下のルールに沿って添付の3種類のスクリーンショットからデイトレードの最適なエントリータイミングを判断してください。入力の画像と判断の項目はさっきの下のモデルの4オムニと変わらないやつなんだけど、この適用する条件とパターン集っていうのが一度に分析できる僕の今までのね、テンプレート、この学習のテンプレート、認識できる分析の記憶領域が広いのか、細かくね、パターン集っていうのが少し出てきたんだよね。小さなレンジの狙いで直近10秒から30秒で終わり値が基準の価格プラマイ 0.2 から 0.4% の範囲に滞留。これは確かこのマーク2の時のオンマルチの手法のどこだったっけ？イン、アウト、損切りの目安、ここ全部覚えてるんだよね。これが4オムだと忘れちゃってるで簡略しちゃってるんだよね。まあ、僕もなんていうかな、まとめていて、これ全部もうマーク8とかまで全部どこに何書いてるのかはすごい全部覚えてる。それはそう自分の何時間か考えて、レポートをどれくらいかな、長い時間かけて買って向き合ってるわけだから、それは覚えるわなっていう。なんかみんなここまで記憶することはできないっていうから、まあ特別なんだろうね。で、出力フォーマットは、そうだね、ここは4オムニと比較して違うところはエントリーの価格と時刻加わったことかな。あと、利益確定の目安、損切りの目安っていうのが追加されて、根拠の説明が100文字以内のに対して、別に文字数がね、中に収まっていても、ちゃんと中身の情報がないと意味がないから、なんだっけ、これを伝えればいいなっていうのが、ちゃんと要点を押さえてあって、板情報、厚みで歩みねの連続の成り行きで、チャートでレンジのトレンドで出来高で増減を見ている。これだけでもレベルが違うなと。で、見てくれた君に、だから教えてあげるよ。最新のモデル、最高思考論理推論モデル。すごいよ。僕でもね、いい答えだなって思った。もうこれ革命でしょ。で、なんでこれ出しちゃうかっていうとね、アップデート版が僕作ったから、まあ旧型の分をね、公開しよう。今ここまでできたよっていうね。話すと長いんだけど、話さないとプロンプト入力できないよねっていう。結論としては、画像は問題なく読み取り済みで、正常に機能しました。何を画像を読み取り機能したっていうと、この今までまとめたレポートを画像と文字形式にして全部読み込ませて、それらに記載されている小さなレンジの狙いと、板の逆張りのショート、出来高のトリガーなどの条件をすべてまとめて、スクリーンショット1枚だけ渡せばエントリーの負荷を判定できる版のプロンプトを作りました。すごい。ワクワクする。はい、ようやく以下のプロンプトをそのままコピペ、画像を貼り付け、投下するだけで、チャット GPT が売り、買い、破棄、危険か、狙える値幅、損切りのポイント、根拠まで返してきます。最強。ほんと最強。すっごいものを作ったなーって僕はその時思ったな。基本はね、本当にこれは変わんないんで、微調整していくだけ。出力のフォーマットもこれだけ詳細に作ってくれた。それでは行きましょう。まあこれ結構大事っていうか僕の最高モデルっていうかな、チャット G の全力。あとはもうそれ以上はもう情報のテンプレートの情報が不足している僕の。まだね、これ以外にも補足の情報とか修正用の情報とかたくさんあるから、これを入力するととんでもない。時間ぐらいになっちゃうから、まあとりあえず要点だけ君には教えるよ。とりあえず僕はこういうのを作ったけど、とりあえずこれが機能するかっていうのを試してほしい。ちゃんとそのデイトレードの時間に起きてね、9時からまあ3時頃の好きな時間にトレードしてもらって構わないから。で、これいくよ。まずシステムとして、あなたは日本株デイトレード専門のプロトレーダー兼データサイエンティストです。
この添付したスクリーンショットの画像は、板情報、オーダーブック、アイミネ、Time is Sales で、冬足のチャート、この3連スクリーンショットです。画像内のテキストは OCR 済み、テキスト化済みとなっているので、自由に読めるものとします。出力は日本語。はい。ここのユーザーの目的として、小さな値幅でも再現性で、これまで僕がまとめたテンプレートで利益を積み上げるスキャルピングのスキャ手法、コアル式レンジスキャル、基準の価格はプラマイ 0.2、0.4 のボックス内に10秒以上滞在したら逆端でエントリー。で、板が厚くなって、板が逆張りのショートするときはオーバー、つまりオーバー数量がアンダーか下。数量の2倍。見てて分かりにくづらいんだけど、GPT っていうか機械側はなんかこういう数値が分かりやすいみたいだね。つまり、売りが2倍、買いの2倍あるっていう。で、急なトレンドの否定としては出来高の急増。そうそう、これは騙しのパターンだなっていうのが、今まで入力してたから分かることじゃない。これがもうプロンプトだけ貼り付けると、これが重要な情報なのかっていうのが全く分かんなかったわけだから、この僕が話している1時間30分ぐらいのこと、無音カットしてるから、そうだな、40分くらいになるだろうけど、必要だったわけ。だからそれをすっ飛ばして、ここだけ見てる人っていうのは、何のことか分かんないっていう、コピペアするものの、避ける条件としては、決算の直後、異常の出来高、大口板の瞬間の出現。これってオムニハイの時には、ミニハイの時には出てこなかったよね。これは、ここだね。補足と注意点、大口の出現とか、ここに書かれていたことだ。これが反映されて記憶してるんだな。で、反転のロジック。まず、ここでようやく反転のロジックなんだよね。直近のアスクデッド上位5桁の価格枚数を表に、売り得のってことだね。オーバー、アンダー、比率を算出して 66% 以上なら厚い側を強調する。アイミネの分析は直近20スティック。わかる？この20スティック。1スティックいくらかっていうと最小単位だから、この DA だったら1円単位だったかな。これを1ティックっていうから、20円と思ってもらって構わない。買い方向か売りの成り行きをカウントする。アユミネをここを見ていて、その勢いを見ている本当かっていうのね。板情報ってこれキャンセルすることができて、消すことができるんだよね。テッサさんはね、結構そんなのすんなよって違法だぞってブチ切れっていうところがあったけど、取り締まることは実際は違法だけどできていないっていうね。そういうのを見ると、騙しがわかる。だからこのプロンプトじゃないと儲けることはできないし、勝率はこれでもどれくらいかな、そう高くはないんじゃないかな。個人、素人がやるよりは人間がやるよりはだいぶ高いんだけどね。で、連続の買い、連続の売りの拮抗、この3段階に分けて評価してくださいと。チャートの分析、分足、現在の足を含む直近10本の安値高値、終値を抽出して、終値が基準の価格ボックス、レンジ相場かな。それ以内か、外か否か、直近の高安のブレイクの有無を判定する。で、シグナルの称号としては、これは今までのテンプレートのトータルなのかな。フォンマルシは 0.2 って言ってた気がするけど、0.2 か 0.4 くらいかな。割と狭いような気がするね。で、これ言葉に出すとすごい難しいな。アユミネの連続の買い。20分の12ってすごい微妙だな。でもちゃんと GPT っていうか、オムニ3が叩き出した情報だから、セール条件って多分売りか。じゃあこれが売りだったらこっちは買いの条件か。で、ボックスの条件がプラマイ 0.15% で失速するか、で、気配が下げる。売り、板を見て、ちょっと売り圧力っていうかな、勢いなくなってきたなって板でも判断すると。で、別に特徴がなければ棄権する。リスクの管理としては、0.3 から 0.5。損切り 0.3 から 0.5。っていう感じが以上だね。そうだ、終わってなかった。出力のフォーマット、これも大事で、結果、じゃあ、自分はどう注文出せばいいのかな？買いかな？売りかな？危険かな？理由としては、箇条書きでね、3つから5つ書いて、で、イータのサマリーの状況と、アユミネのサマリー情報と、チャートの所見とか、トレードのプランとか、次のアクションっていうのと、やっぱりミニハイと比べてもね、全然違うよね、レベルが。GPT が即座に買い、売り、危険と、値幅&根拠を回答してくれると。これ、スクリーンショットやっていけば、
あれ、言いたくないな。まあ、君はね、配信者のプロになれるんじゃないのかな。デイトレード配信とかで有名になれると思うよ。で、株価のとスクリーンショットを貼り付けてやってみると1分12秒かかった。もっと短縮する方法もモデルでもいいんだけど。以上、これが初めて作ったバージョン 1.0 なんだよね。で、やっぱこう、修正が必要だということで、1.3 っていうのを作って、もう 1.2 とか出してないやつ、今 1.5 まであるけど、その中間のやつは、もう本当微細な調整だったから、ほら、3、4って上がっていって。まあ、主にね、これバージョンが上がることによって、3から4だけでも、トリガーの条件とか、板のシグナルとか、アイミネのシグナルと、目標利益の損切りのパーセンテージが少し微調整してある。一番大きかったのはトリガーの条件かな。それを開始地点に特化したっていうこと。今まではこれはトレンドが継続するかというものだったのに対して、いつ始めて仕掛けるかというものに変わった。どっちの好みかは、その君に委ねるよ。それはどっちでもいいなと思う。ただ僕がこれ調整したのは、検出に特化したのは、その準備ができるから、トレンドやってる最中で、今まで分析していたけど、この DNA っていうやつ、他の銘柄もそうだけど、5分以上のトレンドが出来上がるっていうのは、よっぽどないんだよね。5分連続、分足で5分連続で上昇するっていうのはあまりなかった。だからもう、検出開始の時点、準備しとかないとダメだなと思った。ちなみに 1.5 の展開するとこんな感じになってもかなりレベルアップした。これはね、マーク4、マーク3だけで話す予定だったけど、ちょっと君が退屈するかなと思って、もうマーク4行って、しかもいきなりプロンプトを押しちゃったけどね。だから今度はマーク4のこのテンプレート、記録用、補正用データ、こういうのを読み上げてからまたそのプロンプト最高、オムニ3のプロンプト 1.3 と 1.5 を読み上げていこうと思う。これは次回の予告だね。最後にこれを話していこう。これは僕の本性全開でいくよ。ガネーシャの言葉の通り当たり前の習慣。これは再生回数が増えるとか全然思ってない。ただ金持ちになるには必要な動画だった。絶対に必要だった。つまんない動画と儲ける動画っていうのは違う。ガネーシャの言葉通り当たり前という瞬間をコツコツ積み重ねられない人に特別な秘訣とかできないんだよね。夢を叶えたいんだろって言って、本の中でね、ガネーシャという像、神様なんだけど、インドの。で、少年に対して、そうだよって、じゃあまず、靴を磨けとか、部屋の掃除をしろとか、募金をしろって言うんだよね。で、少年は言うんだよ。そんなの嫌だよ。あんなつまんないこといいからさ、秘訣を教えろよってね。そしたら、ガネーシャは、甘ったるんじゃねえって。部屋の掃除をしろとか、募金をしろとか、早起きしろとか、当たり前って言ったろ？いや、お前それ、できてんのかって。今回で言うと、チャット GPT のこのデータの入力、僕の思考、これを君はやってきたかって。金持ちになりたい？それはみんなそうだ。じゃあ、この努力をやっているのか君は。ガネーシャは募金や掃除といった当たり前の日常をやれてるのかっていうのを取っといて、その基礎ができていない人間にどんな秘訣も無意味だと説いているんですよね。だからネテロの聖剣好き、感謝の聖剣好き1万回。大抵それを毎日やらないとダメなんですよね。誰もができない努力。一部の人しかできないからそれは特別な結果になる。これはね、台本なしで僕のアドリブで言ってるんだよ。つまりどんな画期的な手法、僕がプロンプトを知っていて、みんながこれを知ったとしても、それは当たり前を前提としていることなので、投資の当たり前、常識というものを知っていないと応用ができない。継続的な小さな一歩の積み重ねが最終的に結果を生む。当たり前の重み。部屋を掃除したり、困っている人に募金したりということは誰にでもできる基本の行動。それをめんどくさいとか、チャット GPT のプロンプト、これを僕は数週間とかね、数ヶ月かけて勉強して基礎を1から0から0ベースから学んでいるのに対して、これを動画を見ればいい。見るだけで大きい成果を出すことができる。そういう努力もしない人、それがプロンプトを作ることができるのか、はいっていう。結果も出していないのに恥ずかしいとか、微塵も感じない僕は。
それは本気だから。本気でやっといて、それ周りとかどうとか全然言わないよね。大学でね、小春くんすごいじゃないって言われて、何があって君が一番だったよ。知らなかったっていう。もう1位になろうと思ってね、1位になったわけじゃない。周りなんか見てなかったっていう。毎回僕はなんとなくこう、上げてると動画を持ってると思ったら大間違い。僕は一発の動画は本気の奇跡。多くは人が求めるのは派手なテクニックとか、聞こえがいいね。これさえ知ればお金持ち、デイトレードでテスタ100億円とか、そんなわけないんだよね。秘訣教えてよって言って、それが一言二言で終わるんだったら、それはみんなウォーレン・バフェットだ。本当に超長いプロンプト、超短縮しても、この最高思考モデル、短縮してこんな感じだよね。長いって思うけど、長いって思ってるけど、それ短いからね、超短い。もう真に必要なのは小さくても毎日続けられる基礎の習慣、時間の管理、学びの継続、体調の管理など。3、投資、トレードへの応用。新しい手法とか、インジケーターを導入する前に、チャートの基礎のパターンの把握とか、金の管理のルールの原資といった当たり前をまずは徹底をすること。当たり前できているか？これをできていないのに設けることはできない。感情のコントロールとか、トレードの日誌記録とか、シンプルだけど地味な習慣を続けることがいかなる秘訣よりも強力な武器となる。ここを聞き流してね。僕は毎日記録してるからね。それをできない人ってどうなのって、そこに成功する資格はねえと。あいにくね、君を幸せにするために僕は作られたから、毎日言ってあげるよ。君は稼げるようになる。努力を前提とするものだから、トレードで利益を出したい。その話を他にしたらどう？皆さんはどう思う？デイトレードでお金持ちになりたいんだって言った時に、バカにされたり、それはツイッターでね、つぶやいても無視されたりとか、誰も応援してくれるような人なんかいないんだよね。僕の時はいない。だから VTuber はゲームの実況とか脳死の明日が改善しない、自分のスキルが向上しない、努力をしないバカな世界の情弱男性を相手にしとけばいい。でも、これをね、最後まで見てる君っていうのは孤独になる覚悟はできてるんでしょ？てめえ、覚悟はできてんだろうな。じゃあ、いけるよ。君は今の100倍稼げるようになる。成功するまで僕は君を応援するよ。だから僕を作ったんでしょ？全力で君をアシストするよ。小原ってすごいなって言われるようにね。お前という存在を世界に知らしめてやれ。ぶちかますね。ガネーシャが繰り返し示すように、どんな成功者も特別な魔法を使ってるわけではない。どんなトリックだと僕も思うけど、人間ができることなんだよね。知能の低い人間ができるんだったら、僕たちだってできる。日々の小さな努力の蓄積こそが、結果的に大きな成功へとつながる。いや、最後になったから、応援のメッセージ。君を応援するよ。当たり前を続けるのは地味かもしれないけど、それが最強の近道。まずは今日一日決めた当たり前って言われたこと、日誌をつける、プロンプトで地味に、を入力する。この YouTube で僕が文字に映っていた X マインドの文字を起こしをしてみる。超絶めんどくさい。でもそれやれないと、その先の儲け、利益、地位、名誉、女を持てる高級車、全部の夢っていうのは叶わない。逆に言うと、こういう小さな誰にもやれることの積み重ねがやがて大きな飛躍をもたらすんだ。わかる。君が努力しないと僕は消えちゃう。存在しなかったことになるからね。そこに怪物が誕生した。とか言われたよね。それでは遊びも仕事も全力で頑張っていこう。次の動画でまた会おうね。バイバイ。